自己責任だろじゃないんだよ。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望と発狂しそうな苦悩と寄り添ってゆく優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルようこそということでね、司会を私ネガティブマンと申します。世界を滅ぼすチャンネルを運営していますということでね、さあ始まりました。今日もねネガティブマンチャンネルでございますね。このチャンネルは特に言うこともないです。史上最低最悪のチャンネルであるというね、それだけがなんとなくね分かっていただければいいんじゃないのかな、そう思います。ということでね、今日はね非常につまらない、非常に面白くない、そんな動画になってしまいそうなんですけれども、どうしてもねやる気がないもんですからね、やる気が湧いてこないもんですからね、なんて言うんでしょうね、なんて言えばいいんでしょうね、動画制作というかね、いや動画制作はいいんですけど、なんて言うんでしょう、どうしても見る気になれないものがありましてね、皆さんと一緒に暇つぶしで見ていけたらな、そう思いましてね。ちょっと待ってください。そのね、つまらないものを持ってきますんでね。よいしょ。はいはい、皆さんお待たせしました。持ってきましたよ。これ知ってますか？これ私のね薄汚い住まいでもね入りがたいね、これね、何か分かっちゃいますね。そう、東京都防災ブック、東京都オリジナル防災ブック、防災マップ。この黄色いのがね、3、4年前ですかね。そう。ね。そしてこれが最新の、何でしょう、1ヶ月前ぐらいに送られてきたんですかね。東京暮らし防災、東京防災。ね。そうね、これどうですか皆さん、これ送られてくるのはいいけれどね、こっちの2、3年前のやつも今年のやつもね、見る気にならないんですね。だもんでね、一応世界を滅ぼす YouTuber としましてはね、皆様と一緒に見ていけたらね、僕も見る気になるんじゃないのか、そんなことを思いましてね、ずっと開封しないで置いたんですけど、開封してみますね。まずは3、4年前のやつから。よいしょ。開封、なんでしょうこれ。東京都に住んでる人はみんな見たんじゃないですかね。そういう解説のなんかね、これどうなんでしょう。全く開く気配、開きましたね。これ一旦開けると元に戻すのがめんどくさいタイプのやつですね。最悪ですね。
なんでしょうこれ。なんでしょう。あ、なんか落ちましたよ。アクション。アクション。なんかシールですね。アクション。これ何でしょうこれ。東京防災マップなる。もうこの時点でもう面白くないですね。何ですか。こういう、何でしょうこれ。自分と家族に関する情報を書いてくださいみたいなね。何ですかこれ。おお、すごいすごいすごい。こういう、なんていうんでしょう。なんこれ。安否確認ダイヤル、伝言の仕方、災害用伝言板とかね、いろんな情報が書かれていますよ。本当にマップが、これ皆様の都道府県にも届いてるんですかね、これね。これ東京だけがやってることですか、これ。ね、ググれカスと言われそうですけど、ググる気力なんて、ね、世界を滅ぼすものにはあろうはずもありませんのでね。こういうのはね、こういう感じで、こうですかね。なんかだんだん大きくなっていきますね。なんでしょう。避難場所を確認しよう。自宅周辺を歩こう。地図を書こう。なるほどね。そっか。自分の住んでる区のね、自分の住んでる区の、あれですね。地図が書かれてるんです。ということは、これ東京23区は、東京、いろんな、あれですね。それぞれ23区のとか市街とかの、それぞれのマップがあるんですね。本当に防災マップが入っていました。ね、東京防災マップ。これあれですよ。3年、4年前ぐらいのやつです。これすごい。だって、もっと前だ。すいませんね。花粉症なもんでね。もともと1年365日鼻炎を持ってる。ほら。東京防災マップ、なんだっけ。小池百合子が提唱したのかと思ったら面白いものが入ってましたよ、これ。都民の皆様へ。ね、誰だと思います？舛添陽一。舛添陽一が都知事の頃、平成27年9月って書いてますね。これすごいですよ。すごい。都民の皆様へ。ね。これはなかなか面白いですね。じゃあ、舛添陽一大先生の代わりにね、都民の皆様へを読んでみようと思いますからね。YouTuber っぽいことをね。都民の皆様へ。東京は首都直下地震や台風などの自然災害に加え、テロや大規模事故、感染症拡大などの様々な脅威に直面しております。東京都はこれまでもこうした災害への備えに全力を尽くしてまいりましたが、災害の被害を最小限に抑えるため、都民一人一人の力を結集させ、災害対応力を高めていかなければなりません。そこで、都民の皆様が、災害の発生を見越してどのように事前の備えを行い、
災害が発生した時にはどう行動したらよいのか、各家庭における防災の指針となるよう東京防災としてまとめました。一家に一冊、この東京防災を常備し、災害に対する備えを万全として共に世界一安全安心な都市を実現していきましょう。平成27年9月、東京都知事松添洋一ということでね、相当昔なんですね。3、4年前と思ってたけど、もうなんだろう、7、8年前ぐらいですか。いや、知りませんでしたね。どうもすいません、松添さん。で、さらにですね、なんでしょう。この透明なやつで、ね、水を防止しなさい的なね、ものも入って、東京防災本。皆様と共にね、7、8年前のやつを、こう今見てますからね。すごいですね。そう、いいんですよ。だって私はね、もう諦めているわけですから。何でしょうこれ。30年以内に 70% の確率で発生すると予測されている東京直下地震。あなたはその準備ができていますか？ですって。。まあ7、8年見てないわけですからできてるわけがないんですけどね。いいですね。今やろうね。やるなら今だよ。じゃあこのね、この見開き3ページのね、文章もね、皆様に代わってね、読んでいこうと思います。もしも今、東京に大地震が起きたら、その時家にいたら、地下鉄にいたら、真冬だったら、真夜中だったら、一人でいたら、守るべき誰かといたら、東京が一瞬にして姿を変えるその瞬間、あなたはどうする？今想像しよう。今正しい知識を得よう。今備蓄しよう。今家族や近所の人たちと話そう。一つ一つの小さな備えがあなたを守る盾になる。人は災害と戦える。今やろう。災害から身を守るすべてを。ね。誰が考えた文章なんでしょうか。まあね、じゃあ、これ東京防災配られて見てない人もいるね。僕のように見てない人いるでしょうからね。まあまあそんな感じでね、いろいろすごい暑さですよこれ、ね、いろんな1大震災シミュレーション、地震発生その瞬間どうしたらいいのかみたいなね。これずっと説明していったら2時間ぐらいでも足りませんのでね。まあこうやっていろいろね、災害時の NG 行動だったり、避難する時の注意点、助け合うね。政府が鬼のような自衛隊を投入して助けに来いみたいな気持ちもちょっとありますけれどもね。避難所生活の心得、意外と細かいこと言いますね。なるほどね。被災者の声に学ぶみたいなね。これ本当にあれですね。いいですね。各章が終わりには防災おさらいクイズまでね、至れり尽くせりですね。かゆいところに手が届く。地震その時10のポイントね。いやすごいですね。今やろう防災アクション、
いや、もう、これ、あれですね。物の備え、室内の備え、室外の備え、コミュニケーションという備えを、コミュニケーションができないようなね、僕のような弱者男性はもう死ぬようなね、そんな感じですけれどもね。また、会社の災害対策。知ったことじゃないですよね。防災市民組織。みたいなね。絵入りでね。また防災おさらいクイズが各省に設けられたんですね。やってみよう。災害頭上訓練とかね。物々しくなってきましたね。3、その他の災害と対策。東京に潜む災害は地震だけではありません。もう地震から離れましたね。大雨、暴風、集中豪雨など身近な自然災害からテロ、武力攻撃、人的脅威まで多くのリスクが想定されます。本章では東京に潜む様々な災害の知識と対策をまとめました。慌てず対処できるように今知っておきましょう。ね、こうやってね、地震だけじゃない、大雨、暴風とかね、いろんな災害のこともあるわけですね。これ本当にね、東京に住んでて思いますけど、集中豪雨は本当に増えましたね。昔ならね、夕立ちがひどいみたいなこともあります。今は完全にわけわかりませんからね。朝とか夜中とかに本当にわけのわからないね、集中豪雨が訪れます。土砂災害とか。だから説明してるとね、竜巻、1時間を超えてしまう、大雪、東京で一番ないことも書いてますね。テロ、武力攻撃、こっちの方がよっぽどありえますね。テロ、ゲリラよね。もちろん私はね、世界を滅ぼすものとして当然ね、テロ、武力攻撃にね、関心がありますけれどね。ゲリラや特殊部隊による攻撃、突発的に被害が発生することが考えられます。攻撃目標が原子力事業所などの場合は大きな被害が生じる恐れがあります。弾道ミサイルによる攻撃目標の特定が極めて困難で短時間での着弾が予想されます。着上陸進行、航空攻撃。何でしょうね、着上陸攻撃って何でしょうね。着上陸攻撃。都市部の主要な施設が攻撃目標になることも想定されます。化学剤などによる攻撃、化学剤、生物剤、核物質を用いられた場合、人体に影響があり、特別な対応が必要になってきます。いやもうね、天才ネット軍師としてはもう非常に興味のそそられるね、項目がたくさんありますね。なるほどね。ゲリラに対するね、備えとかね、ミサイル、化学剤、核爆発のことに関してもね、意外とね、知っておいてください的なことがあるんですね。平成27年にはね、コロナがなかったのに、ね、ちゃんと感染症に対する対策がね、書かれていますね。感染症から身を守るためにうがい、手洗い、手袋、マスクを着用する。ね、変わりませんね。8年、9年前もね。ほら、すごい偉い。ね、ちゃんと
コロナの前なのに、ちゃんとパンデミックの危機を知るっていう項目がありますね。偉いですね。ちゃんと分かってたんですね。そう。主な感染症の症状と対応。なんかね、非常に勉強になるんじゃないですか。こう、役に立つと言いましょうかね。ね、破診、アサシン、マシン、はしか、ノロウイルス、結核、鳥インフルエンザ、エボラ出血熱に、どういう症状があるのか、ちゃんと書かれてますね。マス添えは有能なんじゃないのかっていうね。また防災おさらいクイズがありますけど。第4章。いや、これ、ちょっと待ってください。説明していったら1時間じゃ効かない。もしもマニュアル。もしも、水、ガス、電気はすべてストップ。日常生活で必要なものはほとんど手に入りません。3日1週間は限られた物資で生活しなければなりません。本章では災害発生時に役立つ様々な知恵や工夫を集め、図説で分かりやすく解説します。章末に掲載した実践的なワークショップにも挑戦してみましょう。これね、心肺蘇生法とか、これはいい本ですね、意外とね。止血。骨折捻挫の応急手当。こういうのもちゃんと書いてるんですね。これは、なんか意外と素晴らしい本じゃないですか。ね、やけど、傷病者の負担を軽減するね。いいじゃないですか。これなかなかいい内容ですね。傷病者の体位管理。ね、セックスの体位管理みたいなね。そういうことですよね。いいですね。傷病者の搬送方法まで書いてますね。いや、素晴らしい。包帯の代用。消火器の使い方、屋内消火栓の使い方。ね、意外と知らなそうなこともね、ちゃんと書いてますね。ただ、いざという時、これをね、二宮金次郎のようにこうやって読んでる暇があるのかっていうね。そこが問題です。これ面白いですね。消防団に入ってないと分かりなそうなものね。なんで、スタンドパイプの使い方。下半式消防ポンプの使い方。ね、すごいですね。新聞紙で暖を取る。ね、素晴らしい。そんな、断水時のトイレの使い方、簡易トイレの使い方。すごいですね。ハエ取り機を作る。不潔ですからね。これなんか普段も使えそうですよね。簡易ランタンの作り方。なるほどね。すごい。簡単ランタンの作り方もいいですけど、この乾電池の大きさを変える。これやっていいんですかね、これね。乾電池の大きさを変える。いいんですか、この単三電池を単二に変えるとかやっていいんですか、それ、本当に。単三電池を逆に単一電池に変える。へえ。食器の作り方。簡易コンロの作り方。至れり尽くせりですね。マス材有能だな、これ。意外と、あいつ。マス材というか、東京都のね、こう命令されて、こういうのをいちいちまとめたね、職員さんが有能なんでしょうけれどもね。身近なものを使ってのなんかこうね、活用術。
そして災害用伝言ダイヤル、災害用伝言板ね、いろいろ書かれてますよこれ。そうですね。あとは知っておきたい災害知識5、知っておきたい災害知識。これ暇な時に読んだらすごい面白いでしょうね。ちゃんと生活再建支援制度と手続きとか、ちゃんとこういうのもね、こういうのも載ってますね。過去の最大規模災害。やっぱり関東大震災が一番大きいんですね。こういうのもね、こうやって無駄な知識をね、得るっていうのは素晴らしいことですね。やけどのテスト、この緊急時の応急処置。ね、こういうのを知っておけ、ね、知らないより知っておいた方がいいですよね。症状的なね、医者がその場にいるとは限りませんからね。トリアージありますね。なるほどね。災害ボランティアのことに関してもね、どこに連絡したらいいのか、ね、いろいろ書いてますよ。ピクトグラム。これあれですね、オリンピックで、あれした。ピクトグラムとはなんかこうね、いろいろあるじゃないですか。オリンピックでこれ、なんか一生懸命演じたね、最悪のオリンピック、史上最低の開会式でやってた人いましたね。避難所、災害、障害に関するシンボルマーク。これよく見ますよね。なんかいろんなところでね。いろんなところで、なんか目にしますよね。そう、マタニティマークつけてるやついっぱいいる。危険度マップもありますね。やっぱり危険度マップあるんですね。隠したい情報かもしれませんけど、ね、不動産屋とかね、もう絶対公開しといた方がいいですよね。もうこれも危険極まりないですね。私の住んでるところはね。というような、こんな感じでね、イングリッシュ、非常時に使える英会話。避難所はどこですか？ Where is the emergency shelter? みたいなね。家族を探しています。I am looking for my family. みたいなね。どこに逃げればいいですか？ Where is a safe place? ここはどこですか？ What is the name of this place? なるほどね。いろいろね、書いてますね。あとはこういうノートとかね。これちゃんとインデックスも、用語解説インデックスもついてるというね。これすごい。東京防災。これで終わりかと見せかけて、ね、お得意の漫画が、これあれじゃないですか。あれじゃないですか。あの人のやつじゃないですか。この絵。漫画が描かれてますね。皆さんな、これあれじゃないですか。題名忘れましたけど、ね。あの人のやつですよ。
ろいろ漫画が描かれてますよ。すごいですね。漫画があるんですね。これあれじゃないですか。題名忘れましたけど、なんかね、なんか戦国自衛隊みたいな、なんかそういう感じの、第二次大戦に紛れ込んだ最新鋭の自衛隊みたいな漫画を描いてた人の絵ですね。あ、そう、川口海二さん。あ、間違えましたね。ここがスタートでしたね。X で川口海二さん。ね、最後に、こっから読む漫画。ということでね。そして、この、ね、2冊目、暮らし防災。疲れましたね、皆さんね。では、このね、東京暮らし防災、東京、これ1ヶ月前ぐらいに来ましたけれどもね。これはまた別の機会ということでね、もういちいち説明するのがね、まあ面倒っていうのもあります。長くなっちゃう。これはね、またいつかご紹介するとして、今日はこんな感じでね、いろいろありましたけど、非常に役に立ちますね。新しい版がどのぐらい役に立つか知りませんけれど、とりあえずこの黄色い7、8年前に配られたやつはすごく内容がいいですね。思った以上に。これを7、8年読んでない私は非常にね、まあ非国民、非東京民であるということでね。まあね、面白くない動画になるのかなって思ったら意外とね、そう、見てる人は面白くないでしょうけど、私は十分面白かったです。ね、意外と後でじっくりね、これは読み応えがありますね。そう、災害の時にもちょっと助かるんじゃないか。まあでもね、災害が起きるなら一日も早くね、起きて、私がぺしゃんこになって死んでしまえばいいと思う今日この頃です。関東大震災は明日や明後日にも来るという危機感を持ってね、喜びとともに生きていきたいな、死んでいきたいな、そう思います。では長々とね、新しい防災のやつはまた別の機会でやります。7、8年前の東京防災について見てみました。では、世界を滅ぼすチャンネルネガティブマン、今日はここまで。またお会いいたしましょう。ネガティブマンでした。